ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、映画、スーパーガールの最初のレビューがロッテントマトに掲載されたんだけど、その内容が DC スタジオやジェームズ・ガン監督が期待していたものではなかったという話題についてよ。現在、新しい体制となった DC ユニバースの目玉作品として期待されていたスーパーガールが批評家たちから信じられないほど厳しい評価を受けて大波乱を巻き起こしているの。今日はスーパーガールに下された絶望的な評価と主演女優の才能を無駄にしていると言われる理由、そしてジェームズ・ガン監督の脚本や DC ユニバース全体に向けられた辛辣すぎる批判の全貌について徹底的に解説していくよ。ジェームズ・ガン監督って言ったらマーベルでも DC でもヒット作ばバンバン出しとるすごい人やん。その人が関わっとる映画なんやけん、普通に考えたら最高傑作みたいになるはずやろ。それが期待外れって一体どういうことなん？どうせまた一部の評論家がちょっと文句言っとるのを大げさに騒いどるだけなんやないの？それが一部の文句どころの話ではないの。動画作成時点のデータなんだけど、スーパーガールはアメリカの有名な映画レビューサイトロッテントマトで144件のレビューに基づき 57% のロッテン評価を獲得してしまったんだよ。ロッテン評価？映画の評価でロッテンって言われるって相当ヤバかばい。57% って数字はテストの点数で言ったらギリギリ赤点免れたくらいかもしれんけど、映画の評価としてはどうなん？ロッテントマトというサイトは批評家のレビューを集計して肯定的な意見の割合を出すシステムなの。60% 以上ならフレッシュ、新鮮。60% 未満だとロッテン、腐ったという評価になるんだよ。つまり 57% というのは完全にロッテン、腐った映画として分類されてしまったということなの。さらに詳しく言うと、評価の内訳は肯定的なレビューが82件、否定的なレビューが62件で、平均評価は10点満点中わずか 5.6 点となっているの。ジェームズ・ガン監督の新たな DC ユニバースにおける主要劇場公開作品としては、初めてロッテン評価でデビューした作品となってしまったんだよ。10点満点で 5.6 点って、もう普通に面白くない映画の点数やん。ジェームズ・ガン監督の新シリーズで初めてのロッテン映画って完全に黒歴史の始まりばい。でもさ、公開前は結構盛り上がっとったような気がするんやけど、主演の女の子のニュースとかよく見かけたばい。葵の言う通り、これは多くの人がこの映画に抱いていた期待とはかけ離れた結果なんだよ。特に主演のミリー・オールコックをめぐる数ヶ月にわたる好意的な報道があったの。さらに、スーパーガールがジェームズ・ガン監督の DC リブートによって確立されたとされる勢いを引き継ぐだろうという度重なる主張がされてきたから、その期待の後では、なおさら衝撃的な結果だったの。あれだけ勢いがあるで煽っといて、いざ蓋を開けたら、ロッテン、トマトが腐っとったて、観客からしたら完全に詐欺やん。期待させといて落とすって一番やっちゃあかんやつばい。ネットの連中もさぞかしブチギレとるんやない？ここでネットユーザーからの反応をいくつか紹介するとね。ジェームズ・ガンなら絶対面白いと思ってたのに、まさかのロッテンスタートとは信じられない。DC はいつになったら安定して面白い映画を作れるんだ？また、リブート失敗の予感がする。57% って、映画館に行くのやめようかな。チケット代高いし。公開前から色々話題になってたけど、結局中身が伴ってなかったってことか、とこのように、驚きと失望の声がネット上に溢れ返っているの。やっぱりそうなるよね。で、その批評家たちは、具体的にどこがあかんって言っとると？スーパーガールなんやけん。派手に空飛んで戦えば、それなりに見れる映画になりそうやけど。それがね、批評家たちの評価は、この映画が主演女優を無駄にしているという印象を与えるものになっているの。具体的には、脚本の弱さ、印象に残らない悪役、そして物足りないアクションシーンのために、主演のミリー・オールコックの才能を無駄にしていると言われているんだよ。脚本も悪役もアクションもダメって、それヒーロー映画として全部ダメってことやん。残っとるのは主演女優だけってこと？まさにその通りなの。レビューから浮かび上がってくる最も一貫したテーマの一つは、ミリー・オールコックの演技が数少ない明るい点の一つとして挙げられているということなんだよ。主演の女の子だけは頑張っとるってことやね。なんか、かわいそうになってきたばい。周りがポンコツすぎて、一人で映画を背負わされとるんやね。評論家たちは、彼女のこと、なんて褒めとると？例えば、シアトルタイムズに寄稿したモイラ・マクドナルドという批評家は、この映画にフレッシュの評価を与えたの。
でも、彼女は映画自体が描いたキャラクター像よりも、主人公、カーラ・ゾーエル、つまり、スーパーガールにもっと期待していたと認めているんだよ。そして、カーラ・ゾーエルというキャラクターに興味をそそられ、今後の彼女の活躍をもっと見たいと述べているの。映画自体が描いたキャラクター像より、演じとる本人の魅力が勝っとるってことやね。映画は微妙やけど、この子は良かったけん、次も見たいて、遠回しに映画の出来をディスっとるやん。同様に、マヌエル・サン・ベントという批評家は、ミリー・オールコックが映画全体の感情的な重みを担っていると主張したの。そして、彼女が、脅威、ユーモア、そして脆さの間を自在に行き来する能力を称賛したんだよ。感情的な重みを担っているて、要するに、彼女の演技力だけで、ストーリーのペラペラさをカバーしとるってことやろ。ユーモアも脆さも表現できるって、相当演技が上手い子なんやね。それなら、なおさら、もっとちゃんとした映画に出してあげてほしかばい。DC スタジオにとって、残念なことに、多くの批評家は、ミリー・オールコックは、もっと良い映画にふさわしい人物だと感じていたの。ストレートに言われとるやん。この子には、この映画はもったいないて、映画作っとる側からしたら、一番屈辱的な言葉やろ。さらに、辛辣なレビューの中には、ザ・フィルム・バーディクトのアロンソ・デュラルデによるものがあるの。彼は、ミリー・オールコックが DC ユニバースに活気をもたらす存在であるとしながらも、彼女の才能に見合う役柄を与えられなかったと主張したんだよ。そして、アロンソ・デュラルデは、この映画を、支離滅裂な作品であり、期待外れのアクションと、印象に残らない悪役に悩まされていると評したの。支離滅裂な作品って、もう言いたい放題やん。アクションが期待外れで、悪役が印象に残らんかったら、ヒーロー映画として何を見ればいいと？ただ、主演の女の子が可愛いねって言いながら2時間過ごすだけ？そりゃあ批評家も怒るばい。その批判は多くの否定的なレビューの中で繰り返し見られる不満点となっているんだよ。複数の批評家は、この映画は巨大なスーパーヒーロー大作であるにもかかわらず、記憶に残るアクションシーンを提供できていないと指摘しているの。また、別の批評家は、悪役たちがあまり印象に残らないと不満を述べたんだよ。ヒーロー映画のアクションって一番お金かけるところやん。そこが記憶に残らんって CG チームとかアクション監督は何ばしとったと？悪役もヒーロー映画って悪役の魅力で決まるところあるけんね。悪役がしょぼかったらそれを倒すヒーローも大したことないように見えてしまうばい。葵の指摘はとても鋭いよ。その結果、一部の評論家はさらに踏み込んでスーパーガールを例に挙げ、スーパーヒーローというジャンル自体が勢いを失いつつあると主張し始めているの。ついにジャンル全体への批判にまで発展したんや。もうヒーロー映画はオワコンやって言われとるってこと？そのジャンル全体の危機とジェームズ・ガン監督に向けられた信じられないほど辛辣な批判の全貌についてこの後話していくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。ここまでの話を聞いて、少しでも、面白いな、役に立つなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価ば、ポチッとよろしく頼むばい。さあ、その、ヒーロー映画オワコン説って、誰が言い出しとると？アルゼンチンの、ラナシオンに寄稿した、マルセロ・スティレターノという批評家だよ。彼は、この映画は、適度な量でしか楽しめないと述べたの。そして彼が行き詰まったスーパーヒーロージャンルと表現したものの将来について憂慮すべき疑問を投げかけていると指摘したんだよ。適度な量でしか楽しめんってお菓子やないんやけん。要するにお腹いっぱいになるほどの満足感はないってことやね。行き詰まったスーパーヒーローってかなり辛辣な表現ばい。確かに最近ヒーロー映画ばっかりでちょっと飽きてきとる人は多いかもしれんけど、一方、オトロ・シネスの評論家ディエゴ・バトレは、スーパーガールは、スーパーヒーロー映画の最も基本的な定型から決して抜け出せていないと主張したの。ジェームズ・ガン監督の DC ユニバースは、コミック映画の新たな出発点となるはずだっただけに、これらの批判は特に痛烈なんだよ。基本的な定型から抜け出せていないて、要するに、いつもと同じ、ありがちなストーリーってことやろ。ジェームズ・ガン監督が新しく作り直すんやったら、誰も見たことないような斬新なもんを見せてくれるって期待するやん。それが、結局いつもと同じなら、わざわざリブートした意味ある？ってなるばい。その通りだよ。一部の批評家は、この映画が長年にわたり観客から批判されてきたのと同じような落とし穴に陥っていると考えているようなの。
そして DC スタジオにとってロッテントマトの評価が十分悪かったにもかかわらず、ハリウッドで最も影響力のある業界誌の一つがスーパーガールに対して非常に厳しい評価を下したんだよ。ロッテントマトの時点で十分地獄やのに、さらに追い打ちをかけるようなヤバいレビューが出たん？ハリウッドで一番影響力があるってどこの雑誌なん？有名なバラエティだよ。その主任映画評論家であるオーウェン・グレー・バーマンは映画を単に嫌っただけではないの。なんと、見出しでとんでもなくひどいと断言し、この映画はひどい脚本が企業の気取ったパンクロック的な態度で包まれていると評したんだよ。とんでもなくひどい。主任評論家がそんなドストレートな悪口を見出しにするってよっぽど腹が立ったんやね。ひどい脚本が企業の気取ったパンクロック的な態度で包まれているて、なんか小難しく言っとるけど、中身がすっからかんなのに、形だけ尖ったふりしてカッコつけとるのがダサいってことやろ？まさにそういう意味だよ。オーウェン・グレー・バーマンは、ミリー・オールコックの存在感を称賛する一方で、彼女のキャラクター描写が薄っぺらく、観客が彼女の物語に感情移入しにくいと指摘したの。また、映画の中心的なストーリーについても酷評していて、皮肉を込めて、クレムを殺せ、犬を救え、というだけのものに歪小化し、アクション満載だが、退屈極まりないと結論付けたんだよ。クレムを殺せ、犬を救え、ってなんなん？ストーリーがペラペラすぎて、ただのお使いミッションみたいになっとるってことやん。アクション満載なのに退屈で、映画にとって一番最悪な褒め殺しやね。映像が派手なだけで、心が全く動かんってことやろ。ここでもう一度ネットユーザーの声を見てみると、バラエティにここまでボロクソに書かれるって逆にどれだけひどいのか見てみたくなるレベル。クレムを殺せ。犬を救えは笑った。でも、これにお金払うのは嫌だな。ジェームズ・ガンは脚本が得意だったはずなのに、どうしてこうなった？ DC はまた一からやり直した方がいいんじゃないか？とこのように、批評家の厳しい言葉に賛同する声や監督への失望の声が多く見られるの。ネットの連中も完全に呆れ返っとるやん。でもさ、これ全部ジェームズ・ガン監督の責任になるん？彼、この映画の監督やないんやろ？制作総指揮とか、そういう立ち位置なんやないの？監督ではないけれど、DC ユニバース全体の責任者だからね。おそらく最も痛烈な批判は、ジェームズ・ガン監督による DC ユニバースの扱い方に対するものだったんだよ。オーウェン・グレー・バーマンは、ジェームズ・ガン監督が近年、このジャンルを悩ませてきたスーパーヒーロー疲れから、新たな DC ユニバースを際立たせるために、より優れた脚本を約束していたことを指摘したの。しかし、批評家は、スーパーガールが、まさに、その逆を言っていると主張し、ジェームズ・ガン監督の DC ユニバース劇場版第2作は、私が記憶している中で、最悪の脚本だと書いているんだよ。記憶している中で、最悪の脚本？これ、ジェームズ・ガン監督への直接攻撃やん。お前、良い脚本書くって約束したのに、これまでの人生で、一番ひどいもん持ってきたな、って言われとるようなもんやろ。これ、監督も寝こんばい。レビューは、痛烈な最終評決で締めくくられているの。この映画は、必死に尖った反抗的な印象を与えようとしているものの、結局、何も新しいものを提供できていないと、非難しているんだよ。オーウェン・グレー・バーマンによれば、スーパーガールはパンクロックを目指しているが、実際には単なるパンクロックに過ぎないというの。つまり、形だけで中身が伴っていないという痛烈な皮肉なんだよ。パンクっぽく見せようとしとるけど、ただのコスプレやんってことね。大人たちが必死に若者ぶって空回りしとる姿が目に浮かぶばい。でも、ここまでボロクソに言われたら、もうこれ以上ひどいレビューはないやろ？それが、おそらく、最も辛辣な批評は、アイリッシュタイムズのドナルド・クラークによるものだったかもしれないの。まだあると。もう許してやってよ。で、その、アイリッシュタイムズは、なんて言っとると？スーパーガールのレビューの中で、ドナルド・クラークは、ジェームズ・ガン監督の前作 DC 映画を直接批判したんだよ。彼は、スーパーガールは、ジェームズ・ガン監督のスーパーマンよりも耐えられる作品だとしながらも、それは、決して偉業とは言えないと付け加えたの。ちょっと待って。スーパーガールのレビューしとるのに、前作のスーパーマンまで巻き添えになっとるやん。前のスーパーマンよりはマシやけど、どっちみち、大したことないで、一番たちの悪いディスり方ばい。ジェームズ・ガン監督、完全にサンドバッグ状態やん。全く新しい共有ユニバースを立ち上げるという任務を負った映画制作者にとって、それはワーナーブラザース・ディスカバリーという巨大スタジオが看板作品の一つにつけて欲しかった種類のコメントでは絶対にないよね。当たり前やん。
ワーナーの上の人たち、今頃頭抱えて会議しとるばい。何百億もかけて新シリーズ立ち上げたのに、いきなりロッテン投げつけられとるやないかって大激怒やろね。ロッテントマトの評価は業界関係者にとって特に注目に値するものだったんだよ。なぜなら業界関係者はスーパーガールの評価がフレッシュの域にとどまると予想していたからなの。業界のプロたちもこんなに低評価になるとは思ってなかったってこと？みんな節穴やん。予測市場や業界関係者はおおむね 60% を超えるスコアを予想していたんだよ。一部の予測は当初ははるかに高い水準まで上昇していたの。でも実際の反応が出始めると急激に低下していったんだよ。公開前は絶対いけるって持ち上げられとったのに、試写を見た瞬間、あ、これあかんやつやて一気に手のひら返されたわけやね。恐ろしか世界売。結果としてスーパーガールは劇場公開時にはロッテン腐った映画という評価を受けてしまい、批評家の意見もせいぜい賛否両論といったところだったんだよ。多くの批評家はミリー・オールコック演じるカーラ・ゾーエルにスターとしての素質があると確信している一方で、彼女を取り巻く映画自体が十分ではないと考える批評家も増えているようなの。結局ミリー・オールコックのプロモーションビデオみたいな映画になってしまったってことやね。彼女がかわいそうやわ。これから公開なんやろ？興行収入とか絶対やばいことになるんやない？葵の推測通り非常に厳しい状況だよ。公開週末を前にすでに興行収入の見通しが芳しくない状況にある本作にとって、ロッテントマトでの初登場評価は致命的になりかねないの。このロッテン腐った映画という評価は DC スタジオがスーパーガールを劇場に足を運ぶ価値があると観客を納得させようとする上で乗り越えなければならない新たな巨大なハードルとなってしまったんだよ。チケット代払って退屈極まりない映画見に行きたい人なんておらんけんね。DC スタジオはこれからどうやってこの映画を宣伝していくんやろ。ミリー・オールコックの可愛さだけでご利用しするしかないんやない？まあ、うちも映画館には行かんで、後で配信に来たら倍速で見るくらいでよかかなって思ってしまった場合。観客の期待と実際の評価のギャップがこれほど大きいと、今後の DC ユニバース全体の展開にも大きな影響を与えそうだよね。ジェームズ・ガン監督がこの逆境をどう跳ね返していくのか、それともこのまま沈んでしまうのか、引き続き注目していく必要があるよ。ということで、今日は映画スーパーガールの絶望的なレビュー評価と、ジェームズ・ガン監督の DC ユニバースに向けられた厳しい批判という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？この映画を映画館で見てみたい？それとも配信待ち？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。